待たせしました。おすすめローラ後半戦を早速始めたいと思います。ステーブルディフュージョンでこれらのローラを適用するとプロンプトのみでは再現できないようなさまざまな特殊なイラストを生成できるので、ぜひ活用してみてくださいね。今回も紹介するローラの詳細は概要欄に記載しているので、よかったら見てみてくださいね。あと楽しみにしてくれていた方は高評価をポチクリしていただけるとテンションが上げっぽよになるのでお願いします。では最初に紹介するローラはこちらのスプリットカラーヘアです。このローラを適用すると髪の色が2色になりますよ。バイカラーとかツートンってやつですね。多くは真ん中で綺麗に分かれるようです。色は白黒固定というわけではないようで、黒系と何色みたいなケースが多いようです。それとワンガールやソロの記述がない場合は結構な確率で2人以上が描かれる印象でした。2人描いてそれぞれで髪色が違うよってパターンですかね。片方がバイカラーになってたりする場合もあるので、どうなんでしょうね。とりあえずウェイトは1だとバイカラーにならない場合が多いようなので、今回はアニメ系は 1.3 で生成しますね。実写系の方は 0.9 での生成となります。やはりバイカラーは映えますよね。なんだか強キャラな印象を与えますよ。そうですね。こんな感じのキャラが出てきたら結構重要な人物ですよね。それか色物キャラとか、そして実写系も可愛いですね。リアルでこの配色をやるのは勇気がいりますが、似合う人にはすごく似合いますからね。大量にガチャっているとメッシュやハイライト、インナーカラー等も出てきて面白いですよ。でもあんまりいろいろなカラーが入るとだいぶセンスが問われますよ。それにしても実写系は髪の根元の地毛部分とかもすごく自然に仕上げてくるので、もはや写真ですよ。なら真っ白になるまで色抜いて頭皮真っ赤になってる人とか再現できないですかね。マニアックですね。次に紹介するローラはこちらのパフィースモークです。このローラはこのようにカラフルなスモークを発生させることができますよ。また生成画像がカラフルなものになったりもします。今回生成してみた感じではウエイトをだいぶ上げないとローラの効果が得られなかったので、ウエイトを 1.65 で全部生成しています。 1.7 まで上げるとカラフルスモーク爆発が頻繁に起こったのでギリギリを攻めてみましたよ。使ってみて思ったけどかなり有用なローラでしたよ。正直色物枠だと思ってました。ごめんなさい。確かに何これすごいって画像がたまに出てきますよね。他のローラとかと低ウエイトで組み合わせてアクセント的な使い方がいいかもしれませんね。姉様、現実にこのようなカラフルなスモークを出せるアイテムはどこかに売ってないのですか？スモークケーキという撮影用のカラフルな煙の出るアイテムがありますよ。何か美味しそうな名前ですね。一応このスモークケーキはヒカキ類に分類されるようです。でもこういう大量の煙が出るものはあまり使わない方がいいですよ。なんでですか？普通に通報されると思いますよ。なるほど、確かにバーベキューの煙で苦情とかニュースで見た気がするのだ。公園の子供がうるさいとかで使用禁止とかも見たことあるのだ。学校の運動会とかも相当気を使うらしいですからね。子供ってそういうものじゃないのか。すごい国になっているのだ。大丈夫なのかこの国は。確かに。でも日本には四季がありますから。記憶にございません的なパワーワードですね。次に紹介するローラはこちらのジャイアントエアーシップです。このローラを適用すると巨大な建造物を生成することができます。おお、これはなんだかかっこいいですね。これは実写系モデルのみでいきますね。このローラは強大な宇宙船だけでなく大きなタワーだったりお城だったりプロンプト次第でいろいろな画像を生成できますよ。生成のコツとしてはプロンプトが反映されなかったらローラのウエイトを少しずつ下げてみてください。するとおそらく狙いの画像に近づくかもしれませんよ。そうなのか。例えばジャイアントフィッシュと入れても
巨大な魚的な建造物にならない場合などですかね。今回の生成では 0.8 あたりで魚的な感じになりましたよ。それ以下に下げていくと魚になってしまいました。なるほど、ちょうどいいところを攻めていく必要がありそうですね。まあウェイトは1前後で調整すれば大体 OK になると思われます。姉様、次は巨大なキリンと入れてみましょうよ。ウェイトが低いとこのようにキリンが出ます。キリンですね。ここからウェイトをちょっと上げていくとキリン的な何かになります。姉様、なんか面白いのだ。キリンっぽい巨大な何かになっているのだ。じゃあ次は世界の終わり、週末っぽいプロンプトでいきましょう。いいですね。このローラに合いそうですよ。なんかてっぺんにやべえやつが陣取っていますよ。ボス的なあれですね。やはり最後のボスの前は緊張しますよね。オンライン的なゲームだと仲間のプレイヤーがサクッとやっつけちゃったりするので、最初は一人で頑張りますよ。あるあるですね。そういえばファイナルファンタジーの新しいやつが出ているけどまだやれてないですよ。1個前のホストがいっぱい出てくるようなやつは途中までやりましたね。ちょっと間が空くと進行具合を忘れてしまい、次にどこへ行くのかわからなくなっちゃいましたね。時間ができたら新しい方もやりたいですよ。次に紹介するローラはこちらの EPI ノイズオフセットです。このローラはコントラストの強調や暗い画像を生成できるようです。いい影は映像を美しく見せるのだよ。作者ページではウェイトはサンプラーに依存することが多いとあります。今回の検証では DPM2M カーラスを使用します。また推奨するワードはこのようになっているみたいなので、とりあえず全部入れての生成となります。アニメ系は1以下はあまり違いがわからなかったのでウェイト1から4を検証してみます。どうやらウェイト3以上は画質の劣化や破綻が目立ってくるようなので2前後で調整するのがいいかもしれませんね。ところで姉様、コントラストってどういう意味なのですか？コントラストというのは対比を意味する言葉です。画像や映像などの明暗の差を調整する際に使用されることが多い言葉です。この明暗の差が大きいとメリハリのある印象を与えることができます。暗い部分はより暗く、明るい部分はより明るく表現するということですね。そうですね。これにより画像をより高品質な印象に変えることができますよ。なるほど。このローラは地味だけどとんでもなく有能なローラということですね。映画の撮影などでは被写体に対してどう光を当てるかでかなり印象が変わるので、照明の他にもその照明や自然光が周りに反射して被写体に当たる量をコントロールするために被写体の周り、例えばカメラに映らない場所やカメラの後ろ側にネガティブフィルを設置して反射をコントロールします。要は大量の暗幕などを設置していい影を作るために光の反射をコントロールしていたりしますよ。1シーン1シーンにバチクソ手間暇かけているのですね。だから予算が青天井になるわけなのだ。次に紹介するローラはこちら FireVFX という炎を扱えるローラです。このローラはトリガーワードに引っ張られるためか低ウェイト生成が難しいようでした。とりあえずウェイト 0.3 から 1.5 の生成結果を見てみましょうか。1.5 になってくると色々と破綻しているのでウェイトは1以下が良いでしょうかね。そうですね。かといって 0.3 あたりでもノリノリでファイヤーしている画像もバンバン出るのだ。結構扱いが難しいローラなのだ。ではウェイト 0.4 から 0.8 あたりはどうでしょうか？ちょっと検証してみましょう。あんまり変わり映えがしない気がしますね。じゃあウェイトは1以下で生成してみましょう。実写系の方は本物の炎みたいにすっごいリアルな描写になりますね。炎といえばなんとなく主人公っぽい感じがしますよね。炭治郎も水系かと思いきや日の神神楽で一気に炎属性になったりしましたよね。やはり炎は見た目が派手にできますから主人公と相性がいいですよね。せっかくなのでなんか作品を作ってみましょうか。じゃあやはり炎といえばなんかこうボスっぽいやつがいいです。じゃあボスっぽいプロンプトを組んでこのローラを適用してみましょう。おー、
なんか怖いっていうか、一周回って可愛く見えますね。巨大な獣って入れたのに、これじゃあけだものちゃんですよ。かわよ次は雲の女王っぽいの言ってみましょう。お、これはなんかそれっぽいですね。下半身は雲って入れたけど生成されませんね。それどころかスパイダーメンみたいのが出てきますよ。雲っていうのは結構パワーワードみたいですね。まあ雲といえば彼ですからね。知名度抜群ですよ。最後に魔女っ子で締めてみましょう。いいですね。いや、いいんですよ。いいんですが、なんかこう魔女コスした放火魔にしか見えませんね。このように顔がいまいちだなっていうのを回避したい場合は、生成時にアフターリテイラーを適用しておくといいですよ。毎回顔を修正してくれます。設定とかはデフォルトのままで、イネイブルアフターリテイラーにチェック入れてオンにするだけでいいですよ。やっぱり顔は重要ですね。なんか魔女っぽくなった気がしますよ。だいぶ失礼ですね。では次に紹介するローラはこちらです。ミニマリストアニメスタイルというフラットの極地のようなローラです。こんな感じのイラストになりますよ。このローラを実写系に適用する意味があまりないので、アニメ系のみで生成しますね。これはいいローラですね。この前やったアイコンになるローラに近いものがありますよ。ウェイと別の生成結果を見てみましょう。ウェイト 0.7 から 1.2 ではこのような感じですね。モデルにもよるかと思いますが、おそらくこの範囲がベストな結果を得られやすいように感じますね。姉様、もうすでに SSR 級のイラストがたくさん出てるじゃないですか。これは早速分回さなければならないようですね。キャロはこういう絵柄が好きですからね。ウェイトをどうするかめちゃくちゃ迷いますね。このローラは今後もバチクソ使うだろうから、分回し専用のワイルドカード組んじゃいますよ。とりあえず今回はウェイト1での生成としておきましょうか。そうですね。やってみた感じだと結構ガチャらないといい感じの生成結果にならなかったのだ。やはりこれ系のイラストだとラインはなし、もしくはあってもぶっといラインじゃないと合わないんですよね。細いラインが多く出ちゃうとあまりよろしくないです。解決策として第1回目で紹介したフラットローラを適用しましょう。このローラはウェイトをプラス方向で生成イラストのディテールが失われていくローラですよ。これを一緒に適用したらいい感じのイラストが出やすくなりましたよ。同じような趣味の方は参考にしてくださいね。追記でトウヤさんのチャンネルで紹介していたノーラインというローラを適用すると、さらにラインを消すのが簡単になりますよ。これはフラット2の作者さんが作ったもので、線画の太さを太くしたり細くしたりできるようです。これは気づきませんでしたよ。いい情報を配信してくださってありがとうございます。なんかこうマスコット的な雰囲気になるので、好きな人には相当ハマるローラですね。怒られそうだからやりませんが、ネズミの国のネズミ男とかアヒルとか黄色い豚、黄色いクマとか作りたくなりますね。姉様、あそこはネズミの国じゃなくて夢の国なのだ。次に紹介するローラはこちら、プラネットシミュレーターです。このローラを適用すると惑星だったり SF チックな背景のイラストを生成することができます。おー、 SF 映画といえばスター・ウォーズとかですね。宇宙は想像の斜め上を行くどころではないほどに果てしなく広いのですよ。そうですね。宇宙は約137億年前に誕生したと言われ、それ以来宇宙は膨張し広がり続けていると言われています。広がるってことは宇宙の外側があるってことなのか。それはもう神のみぞ知るというやつですね。ちょっと望遠鏡買ってくるのだ。宇宙人のような存在はどんな姿なのでしょうね。きっとタコみたいなのだ。いや、もしかすると逆にイカみたいなのかもしれないのだ。逆にの意味が分かりませんが、イカタコ系ですかね。そもそも体とかないかもしれませんしね。それでは画像生成できないからつまらないのだ。イカタコ系であってほしいのだ。次のローラはこちらのワリファイヤーです。このローラはサイバーパンクな絵柄を得意としています。メカスーツを着たりサイケデリックな雰囲気の
イラストを生成することができます。ウェイトは1前後が良さそうだったので1で生成していきますね。姉様、このローラは前回のおまけで紹介したホーリーメカに似ている気もするのだ。そうですね。メカスーツが生成されるプロンプト構成の場合、特にアニメ系モデルではどうしても似てしまいますね。ただこちらのワビファイヤーの方は画像全体のテイストにも影響してくる感じがします。またこちらのワビファイヤーの場合はメカスーツだけってわけでもないので自由度は高いですかね。確かにウェイト1のままランダム生成で分回しているけど、コスチュームもちゃんと適用される場合が多いようですね。バリエーション豊富な生成をしたいならこちらの方がいいかもしれませんね。こういうメカスーツを現実で着る場面ってあるんですかね。そうですね。介護現場などでの需要から重労働を補助するパワーアシストスーツというものが開発されていたりしますよ。まあ見た目はサポーター的な感じですが、中には一部メカっぽいものもあるようですね。サイバーダイン社が提供するHALという身体機能を改善、補助、拡張、再生することができる世界初の装着型サイボーグというものは見た目がちょっとメカスーツっぽいですよ。でもお高いんでしょホームページから装着体験の予約ができるようですよ。諭吉が2人いれば体験できそうなプランのようです。そのうち全身装着型のかっこいいパワーアシストスーツが出てくるかもしれませんね。技術力孤児にはいい気がしますね。次のローラはこちらの鬼ガールという赤鬼生成のローラですよ。作者のページでは推奨ウェイトは 0.6 から 0.8 とありますね。まずは 0.3 から 1.5 でどのように変化するかを見てみましょう。これは姉様、ウェイト1以上はきついですね。破綻していきますね。こうやって並べてみるとだんだんと鬼化していっているように見えて面白いのだ。ウェイト 0.8 あたりで生成してみましょうか。姉様、これは角が生えているように見えて猫耳的な何かが生えていますよ。確かに実写系だとよくわかりますね。推奨ワードで鬼やホーンズとあるのでそれらを入れるとちゃんと角が生えてきますよ。結構いかつい角ですね。これは嫌な人は入れない方がいいかもしれませんね。でもこのローラを使うなら赤鬼に全振りした方が楽しいのだ。しかし桃太郎の話はよくよく考えてみると鬼の住処に押し入って一族もろとも滅ぼした挙句金銀財宝を根こそぎかっさらっていくというとんでもない話なのだ。鬼目線ですね。それを言い出したらいろいろなおとぎ話にひっぱたかれますよ。さあ、いよいよ後半戦最後のローラ紹介となりますよ。最後のローラはこちら、ネオングローイングアウトラインという怪しく光るラインアートを生成できちゃうローラです。このローラは普通に適用しただけだとこのイラストのような効果はなかなか得られないですよ。作者ページにはこう書いてあります。効果を得るためにはグローイング、ネオンというプロンプトを一緒に記述してください。また特定の色のネオンラインを出したい場合はこのようなプロンプトで指定することができるみたいですよ。なるほど、各色の後にテーマと記述するようです。あとこのプロンプトをドラッグで選択してコントロールプラス上キーで効果を上げた方が良いみたいですね。さらに暗い感じの色にしたい場合はさっき説明したプロンプトの頭にダークと付け加えてねって書いてありました。なるほど、いろいろと自分で指定できるようですね。では先ほどの説明通りにプロンプトを組んだらウェイト別の生成結果を見てみましょう。今回は 0.8 から 1.2 あたりが良さそうでしたよ。実写系はご覧の通りウェイトを下げないと全部同じような感じになってしまうので好みにもよりますが少し下げ気味で調整した方が良さそうですね。実写系はウェイト 0.5、 アニメ系はウェイト1でいってみましょう。それからいろいろな推奨テーマがあるからワイルドカードに記述してランダム生成してみます。この感じのイラストはかなりインパクトがありますね。皆さんのお使いのモデルによってはウェイトの値が変わってくると思うので
うまくラインアートになるように調整してみてくださいね。バチクソかっこいい絵柄なのだ。ただし使いすぎるとダメなやつですよね。そうですね。必殺技はここぞという時に使うものですよね。そうなのだ。必殺技を連発しているだけでは素人なのだ。それから生成画像がうまくネオンラインっぽくならない場合は、ローラのダウンロードページ下部にあるギャラリー画像のプロンプトを参考にしてみてくださいね。ではこれで今回のローラ第2弾は全部紹介してしまったのだ。名残惜しいけど今日はこの辺で。ちょっとキャロ、我々は欲張り屋さんですよ。おまけでおかわりローラの紹介ですよ。じゃあ最後に紹介するローラはこちらです。コンセプトホログラフィッククロージング。このローラを適用すると服装がホログラムな感じになりますよ。作者ページではウエイトは 0.7 から 0.9 を推奨していますね。トリガーワードはホログラフィックだけ入れますね。ちなみにもう一つのトリガーワード、ホログラフィッククロージングはローラを適用しなくてもこのプロンプトだけでホログラム衣装が出てきますよ。なので自分で組み合わせた衣装を簡単にホログラム化したい場合などにこのローラの出番ですね。生成してみた感じだと 0.7 あたりが良さそうです。それから1以上は破綻していくので、なんて言うんですかね、安っぽくなるようです。確かにホログラム系はなんというか紙一重ですよね。デザインによってかなり安っぽくなるというか、写りの良いホログラム感の出ているものを厳選してお送りしますよ。ホログラムっていうと最近は VR などの映像表現で使われていますが、あれはホログラムを思わせる表現で本来のホログラム技術とは異なります。そうなのか。はい、本来ホログラムと言えるのは虹色でキラキラしているシール印刷とかのあれですよ。ああ、SSR のことですね。ガチャをぶん回してやっと手にしたあの SSR の背景によく使われているキラキラしたやつのことですね。やはりやっと手にした SSR はキラキラしていないとですね。しかしなぜ人はガチャを回してしまうのか。何なんでしょうね。回し始めると止まらなくなってしまうのは自制ができないと破産してしまうのだ。今はスマホゲーム飽和状態だから油断するとすぐサービス終了してしまいますよ。そうならないように売り上げに貢献するためにガチャを回すんじゃないですか。意味がわからないのだ。というわけで2回にわたってローラを紹介してきました。なかなかのボリュームだったのだ。また何か面白そうなローラが揃ってきたらまとめて紹介しますね。ここまで見てくれてありがとうございます。それでは今日はこの辺で。高評価とチャンネル登録をポチクリしてくださいね。それじゃまたね。